とある場所で拾った古いノート。表から開くと、意味のない文字列や落書きなんかが書いてある。ただ裏から読むと、何者かの記録が何ページかにわたって記されてる。少しだけ不思議なこの記録を読み上げていく。私は年末にとある知らない世界を見た。この世界に来て初めて12月の終わりに起きる揃い方を見た。説明はできない。だから見た順に書く。こっちの人は名前を言わない。でも同じ空気をしている。同じ顔で同じ言い方をする。私は便宜上これを25夜と呼ぶ。25夜は私が決めた呼び名で、誰かの正式名称ではない。はじめは普段と変わらない生活をしていた。最初に気づいたのは木。公園の木、店の前の木、部屋の中の木。立っているだけの木がこの時期だけ対象になる。何もなかったその木が次の日、細い光が撒かれていた。その次の日、丸い飾りが増えていた。さらに星みたいな形が増えた。不思議なのは増え方が似ていること。別の通り、別の家、別の店。遠いのに同じ形に完成形に寄っていく。誰かが図面を配っているみたいに。でもそんなものは見つからない。道端を歩いている人に聞いた。返事は大体同じ。この時期だから。この言い方が妙に揃う。意味より先に形が揃ってる。口調まで揃う。一度だけ飾り付けをしている人を見たと思った。写真を撮った。帰って見返したら人が写っていない。飾り終わった木だけが写っていた。作業の途中が記録から抜け落ちたみたいだった。次に目につくのは赤。赤い袋、赤い帽子、赤い紐、赤い紙。増えるというより赤が選ばれる。街の人が同じ色を選ぶ。理由を説明せずに、説明がいらないみたいに。玄関の前に小さな赤い袋が置いてあった。落とし物だと思って近所の人に聞いた。誰も私のだとは言わない。代わりに
全員が同じ言い方をした。それはそこにあってもいい。その赤い袋は結び目がきれいすぎた。糸の端が揃ってる。ほどけそうなのにほどけない。触ると赤が指についた気がする。何もついていない。気がするって思うのが増えてきた。袋をどうするべきか誰も言わない。置く場所までみんな同じ場所を指すことがある。玄関の端、棚の角、机の隅、木の下。袋そのものが怖いんじゃない。誰も教えていないのに、この状況が当たり前になっている。そこが怖い。この時期はなぜか人は甘いお菓子を買う。特に大きくて切れ分ける前提のやつ。店の前に列ができる。急いでいない列、怒っていない列、ただただ手続きみたいに並ぶ列。そこでも理由を聞くと短い。今日だから、この時期だから、なんとなく。言い方までに流行っている。私は捨てられているレシートを何枚か集めた。不思議だったのは金額でも時刻でもなく内容が揃いすぎていること。大きさが違っても味が違ってもみんな同じ言い方で同じ種類を選んでいる。店員が勧めたわけでもないのに。列の人は買った後に少しだけ顔が軽くなる。嬉しいというより用事を済ました顔。帰り道で袋を持ち替えている人が多い。右、左、左、右。同じタイミング。まるで何かの合図みたいな、そんなタイミング。店の名前を声に出して読もうとするとやめたくなる。読めるのに喉が止まる。迷信だとしても迷信が自然に共有されている感じが不安を誘ってくる。最後にこの時期になるとよく噂を耳にする。赤い服の年配の人。この世界に来て私は映像の中で見た。街でも見た。多分何かの衣装。多分演者。でもこっちの人はその人を説明しない。ああ、いるね。で終わる。どこから来たのか、なぜいるのか、誰なのか。踏み込まない。そこに詳しく踏み込むとこちらが変な人になる。戻れた時用に私は一度証拠を残そうとしてやめた。取ったところで何を証明したいのかわからなくなってきた。証明したい、解明したい気持ちが薄れる。薄れる速度がこの時期だけは異様に速い。説
説明したい気持ちが消える。これが一番おかしい。私は思った。これは怪異じゃない。多分全部人がやってる。でも人がやってるのに人がやってる感じがしない。命令も中心も始めた人も見えない。なのにこの世界が同じ形に揃う。みんなが同じ形に揃う。揃うことに誰も驚かない。誰も始めた人を探さない。誰も終わらせる人を決めない。勝手に始まって勝手に終わる。そのことにみんな納得している。納得しているふりをしているのかもしれない。ふりかどうかも確かめる気が起きない。追記。疑問に思ってるうちに私はこの式を残そうと思った。来年も私は気づく。ただこの気持ちがそこまで持つかはわからない。今これを読んでいるあなたも多分同じ。読み終わった後、街の光が赤色が少し多く見える。木の光が目に残る。甘い匂いが思い出せる。理由は説明できない。この時期だから。この記録を書いた人は未だに見つかっておらず、この記録もなぜ存在しているのか分かりません。ただこの記録がこの世界の異世界の証明になるかもしれません。